2023年シーズンの新人王は、オフェンスが CJ ストラウド、ディフェンスがウィル・アンダーソン・ジュニアと、テキサンズが2冠を獲得。NFL ドラフト2023において、積極的に上位指名で獲得した2人が、素晴らしい存在感を見せ、地区優勝に大きく貢献した1年でした。彼らの詳しい活躍は、MVP 特集動画でぜひご覧ください。さて、ここからが本題。今回は惜しくも新人王は逃してしまいましたが、ルーキーイヤーに素晴らしい活躍を見せ、いざ勝負の2年目に向かう10名の選手をご紹介します。ご紹介するのは、新人王レース2位から6位の選手。すでにトップ選手として頭角を現した、今年大注目の10人を一緒に深掘りしていきましょう。まずオフェンス1人目は、23年ドラフト5巡目全体177位で、BYU 大学からラムズへ入団したワイドレシーバー、深名空は、大学時代はポテンシャルの高さは見せながらも、最高でシーズンレシーブ805ヤードと、そこまで注目されていなかった選手。しかし、NFL に入ると、レシーバー陣に怪我人を抱えているラムズは、開幕戦から彼を先発に起用。するといきなり、10回のレシーブで119ヤードを記録。完璧なスタートダッシュを切った彼は、その後も QB のマシュー・スタッフォードのメインターゲットとして躍動。非常にアグレッシブなプレースタイルで怪我が心配されますが、最終的に全試合に先発を果たし、レシーブ105回で1486ヤード6タッチダウンの大活躍。レシーブヤードではルーキー記録を更新。もしストラウドがいなければ、確実に彼がオフェンス MVP に輝いていたことでしょう。続いては2巡目全体34位で、アイオワ大学からライオンズへ入団したタイトエンド、サムラポルタ。ビルズのダルトン・キンケイドに続き、タイトエンドとしては2番目に指名された彼ですが、190センチ111キロと、タイトエンドとしては理想的なフィジカル、スピード、そしてパワーを持ち合わせた選手。23年は17試合に出場し、14試合に先発。最終的に地区優勝、そしてカンファレンスファイナルまで進んだライオンズのパスオフェンスの中心的人物となりました。120回のターゲットで86回の成功、889ヤード10タッチダウンを記録。ターゲット回数120回と成功86回は2006年以降のタイトエンドでトップの記録。なんといってもレッドゾーンでの勝負強さがあり、10個のタッチダウンを奪いました。さらにプロボールにもいきなり選出され、素晴らしいルーキーシーズンとなりました。もう一人ライオンズからご紹介するのは、1巡目全体12位、ランニングバックとしては2番手で指名された、ジャミアー・ギブス。カレッジの名門アラバマ大学から NFL に入るというエリートコースを進んできた彼は、カレッジ時代は圧倒的な成績は残していないものの、ランとレシーブ両方器用にこなせる万能型の選手。23年は15試合に出場し、3試合に先発。チームはデイビッド・モンゴメリーとギブスを使い分けるスタイルをとっており、先発回数は少ないものの、しっかり試合に出場していた状況。ランでは945ヤード10タッチダウン、レシーブでは316ヤード1タッチダウンを記録。合計11個のタッチダウン数はチーム2位の記録。彼もラポルタ同様、1年目からプロボウルに選出され、満点と言える1年目を過ごしました。4人目は昨年のドラフトにおいてランニングバックトップ評価、1巡目全体8位でファルコンズに入団したビジャン・ロビンソン。テキサス大学出身の彼はカレッジラストイヤーである22年に1580ヤード18タッチダウンという素晴らしい成績を収めて、カレッジのオールアメリカンに選出された選手。23年は17試合に出場し16試合の先発出場。ランで976ヤード4タッチダウン、レシーブ487ヤード4タッチダウンを記録。欲を言えば、あとちょっとで1000ヤードラッシャーとなれたので、そこは惜しいと言えるのではないでしょうか。とはいえ、その素晴らしいスピードとステップワークで、見ている人の度肝を抜いたロビンソン。もう一人のランニングバックである、タイラー・アレジアートのランニングバックユニットは、PFF において NFL2 位の高評価を獲得しました。オフェンシブプレイヤーのラスト5人目は、昨年 AFC 第1シードを獲得したレーブンズのワイドレシーバー、ゼイ・フラワーズ。
1巡目全体22位でボストンカレッジから入団。大学時代からアントニオ・ブラウンやジーノ・スミスら NFL 選手たちとトレーニングを共にしていたという経歴を持つ選手です。23年は16試合に出場しその全てに先発。レーブンズの貴重なワイドアウトとして858ヤード5タッチダウンを記録。ラン攻撃が強烈なレーブンズなだけに1000ヤードには届きませんでしたが、それでも858ヤードはチーム最多のレシーブヤード。素晴らしいスピードはもちろんのこと、テクニックで相手のタックルを跳ねのける能力も高く、レーブンズの歴代レシーバーの中でトップ5のミスタックルを誘うという記録を作ったシーズンでした。さてここからはディフェンスの選手をご紹介していきます。まず最初は1巡目全体9位でジョージア大学からイーグルスへ入団したディフェンシブタックルジェイレン・カーター。ジョージア大で2度の全米制覇を成し遂げたエリート選手で、同ポジショントップ評価で NFL にやってきました。23年は16試合に出場。先発は1試合とローテーションプレイヤー的な使い方でしたが、しっかりイーグルスのディフェンシブラインで存在感を示しました。33個のタックルで6サックを記録したカーターですが、ランディフェンス、パスラッシュともに強烈なものを見せ、シーズン途中まで新人王レースでもトップを走っていました。残念ながら僅差で敗れてしまいましたが、怪物と言われた評価そのままに素晴らしい活躍を見せました。続いてはラムズから2人目のランクイン。3巡目全体89位でウェイクフォレスト大学から入団したノーズタックルコービー・ターナー。昨年のラムズは3巡目のターナー、5巡目のナクーアと非常に素晴らしい才能をしっかり発掘した印象。188センチと同ポジションでは小柄な方ではありますが、素晴らしいパワーを持った選手。23年は17試合に出場し4試合に先発。57個のタックルで9サックと素晴らしい活躍を見せました。惜しまれながらも引退した史上最高のディフェンシブラインマンアーロン・ドナルドと形成したディフェンシブラインは強烈で、凄まじいプレッシャーを QB にかけ続けました。アーロン・ドナルドが去った今年はディフェンシブラインの中心としてさらなる存在感を示すことが期待されている選手です。ドラフト1巡目全体5位という高順位でシーホークスが獲得したのがイリノイ大学のコーナーバックデボン・ウィザースプーン。コーナーバックトップ評価、ディフェンス全体で2番手評価という超速戦力で NFL にやってきた彼ですが、素晴らしい実力と素晴らしいトラッシュトークを併せ持つ選手。23年は14試合に出場し13試合に先発。いきなり即戦力として活躍が期待された中で79タックル3サック1インターセプションという成績を収めました。その激しいプレーはもちろん素晴らしいのですが、 PFF のカバレージグレードでもコーナーバック全体で4位という素晴らしい成績を記録。初年度からその活躍は素晴らしく、プロボウルにも選出された1年でした。躍進したデトロイトライオンズから3人目のランクインは2巡目全体45位で入団したセーフティーブライアン・ブランチ。名門アラバマ大学出身の彼は2020年に全米制覇を成し遂げ、22年にはオールアメリカンのファーストチームに選出されたエリート選手。23年は何といっても NFL のファーストゲームとなった開幕戦のチーフス戦でパトリック・マホームズからインターセプションを決め、50ヤードのリターンタッチダウンを決めたのが印象的。最高のスタートダッシュを決めた彼は特に前半戦素晴らしい活躍を見せ、カバレッジグレードで4位に食い込む活躍を見せました。15試合に出場し9試合に先発。74タックル、1サック、3インターセプションを決め、ライオンズの新たなスターディフェンダーとして頭角を現しました。最後にご紹介するのは3巡目全体82位でルイビル大学からバッカニアーズに入団したエッジラッシャーヤヤ・ディアビ。パスラッシャーに素晴らしいタレントが揃っていた昨年のドラフトにおいて1巡目に指名された選手たち以上に3巡目から素晴らしい輝きを見せてくれた選手。23年は17試合に出場し7試合に先発。タックル38回で 7.5 サックを記録しました。もちろん素晴らしいスピードとパワーを持っている彼ですが、それ以上にポジション取りのうまさがあるなと感じたルーキーイヤー。ランニングバックが走り込んでくる場所、QB が逃げていく場所を誰よりも早く察知し、先回りして潰すといったプレーが印象的でした。